今日は日本の食文化について話しましょう。日本の食べ物は世界中で有名ですね。美味しくて見た目も美しいものがたくさんあります。外国の人が日本に来たらまず食べたいと思うのはお寿司かもしれませんね。日本人はご飯をよく食べます。魚や肉、野菜をバランスよく食べるのも日本の食文化の特徴です。そして日本の食べ物は油をあまり使いません。だからヘルシーだと言われることが多いですね。醤油と味噌は日本の料理に欠かせない調味料です。醤油はお刺身や豆腐にかけたり、煮物や炒め物の味付けにも使います。味噌は味噌汁にしたり、肉や魚をつけたりするのにも使います。寿司、ラーメン、天ぷらは特に人気のある料理です。外国の人にもとても人気がありますね。日本に来たらぜひいろいろな種類の寿司やラーメン、天ぷらを食べてみてください。日本人は箸を使って食事をします。食事の前にはいただきます。食事の後にはごちそうさまでしたと言います。これは食事を作ってくれた人や食材への感謝の気持ちを表す言葉です。日本の食文化は本当に魅力的ですね。日本人は生の魚を食べるのが大好きです。昔から生の魚を食べることは日本の大切な文化です。日本は周りを海に囲まれた島国です。そのため、新鮮で美味しい魚がたくさん取れます。日本人は海からの贈り物を大切にして、いろいろな方法で魚を料理してきました。刺身は生の魚を食べる文化の代表です。新鮮な魚を薄く切って、お皿にきれいに盛り付けます。刺身はわさびと醤油、そして生姜と一緒に食べます。わさびはツンとくる辛さで魚の匂みを消し、生姜は体を温めてくれます。刺身以外にも日本人はいろいろな方法で生の魚を食べます。寿司もその一つです。寿司は酢飯の上に生の魚などを乗せた料理です。寿司に使う魚はマグロやサーモン、サバなど様々です。日本人は生の魚を食べることは健康に良いと信じています。生の魚には栄養がたくさん含まれていて、体の抵抗力を高め、病気を予防する効果があると考えられています。ただし、生の魚を食べるときは、新鮮なものを選び、衛生面に注意することが大切です。次は、日本で人気のある食べ物についてお話しましょう。日本には美味しいものがたくさんあります。お寿司や刺身以外にもぜひ食べてほしい料理がたくさんありますよ。ラーメンはとても人気のある麺料理です。ラーメン屋さんというと、カウンター席だけの小さなお店を想像する人もいるかもしれませんが、最近はテーブル席があって、家族連れでも入りやすいラーメン屋さんも増えています。ラーメンの麺は小麦粉で作った麺を熱いスープに入れて食べます。この麺は
お店によって太かったり、細かったり、縮れていたり、まっすぐだったり、いろいろな種類があります。スープにもいろいろな種類があります。醤油味のしょっぱいスープ、味噌味の甘いスープ、豚骨味のこってりしたスープなど、どれも美味しいですよ。ラーメンには、チャーシューやメンマ、ネギなどの具材が乗っています。お店によっては、卵や海苔、コーンなどをトッピングすることもできます。寒い冬には、ラーメンを食べて体を温める人が多いです。ラーメンは一年中いつでも食べられますが、特に冬に食べたくなる料理ですね。天ぷらもみんなに愛されている料理です。魚介類や野菜に衣をつけて油で揚げたものです。エビやイカなどの魚介類の天ぷら、かぼちゃやさつまいもなどの野菜の天ぷら、どちらも美味しいですね。天ぷらは外はカリカリ、中はジューシーな食感が楽しめます。揚げたての天ぷらは特に最高です。天ぷらは天つゆという特別なタレにつけて食べます。大根おろしや生姜などの薬味を入れると、さらにさっぱりと食べられます。唐揚げは日本のフライドチキンです。鶏肉に醤油やニンニク、生姜などの調味料で味をつけて油で揚げたものです。甘辛い味付けでご飯が進む味です。お弁当のおかずにもよく入っています。居酒屋でも人気があります。ご飯やサラダと一緒に食べると美味しいですよ。カレーライスも日本でよく食べられています。日本のカレーは他の国のカレーに比べて少し甘めです。いろいろな野菜やお肉を煮込んで作ります。家庭によっていろいろなカレーの作り方があります。暑い夏にはカレーライスを食べる人が多いです。カレーライスは食欲がない時でも食べやすい料理です。その他にもうどん、そば、お好み焼き、たこ焼きなど美味しい料理がたくさんあります。どれもそれぞれに個性的な味を持っています。日本に来たらぜひいろいろな料理に挑戦してみてくださいね。日本ではお正月など特別な日に食べる料理があります。お正月には縁起を担いだ特別な料理がたくさんあります。新しい年が良い年になるようにという願いを込めていろいろな料理を食べるんですよ。おせちはお正月の伝統的な料理です。きれいなお重にいろいろな料理が少しずつ入っています。おせち料理はどれも縁起が良いとされています。例えば、黒豆は豆に健康に過ごせるように、数の子はたくさんの子供に恵まれるようにという願いが込められています。お雑煮はお餅が入ったスープです。お正月の朝に食べます。地域によってお雑煮に入れるお餅の形やスープの味付けが違います。お雑煮のお餅はその年を無事に過ごせるようにという願いが込められています。餅はもち米から作られた食べ物です。餅にはお雑煮に入れたり、焼いて食べたり、あんこで包んだり、
いろいろな食べ方があります。お正月には鏡餅をよく食べます。鏡餅は丸いお餅を2つ重ねて神様にお供えします。恵方巻きは長い巻き寿司です。節分という日に食べます。節分は冬と春を分ける日で、悪いものを追い払って福を招き入れる日です。その年の恵方幸運を招く方角に向かって願い事をしながら黙って最後まで食べると幸運が訪れると言われています。ちらし寿司は酢飯の上にいろいろな魚や野菜などを乗せた料理です。ひな祭りという女の子の節句に食べます。ひな祭りは女の子の健やかな成長を願う行事です。ちらし寿司は女の子の成長と幸せを願って食べられています。お正月に食べる料理は美味しいだけでなく、見た目も美しいです。日本の伝統的な文化をよく表していますね。次は日本の調味料についてお話しましょう。日本人はいろいろな調味料を使って料理の味を作ります。調味料は料理をおいしくするだけではありません。体にも良いものがたくさんあるんですよ。醤油はとてもよく使われる調味料です。大豆と小麦と塩から作られています。醤油は塩辛い味がします。お刺身や豆腐にかけたり、煮物や炒め物の味付けにも使います。醤油にはいろいろな種類があります。濃い醤油、薄い醤油、甘い醤油など、料理によって使い分けます。味噌も日本の食卓に欠かせない調味料です。大豆を塩と麹で発酵させて作ります。麹はカビの一種です。味噌は塩辛くて甘くていい香りがします。味噌汁にしたり、肉や魚をつけたりするのにも使います。味噌にもいろいろな種類があります。赤味噌、白味噌、合わせ味噌など、地域や家庭によって使う味噌が違います。みりんは甘いお酒です。もち米から作られています。みりんは甘すぎない優しい甘さです。料理やソースに使います。みりんを使うと料理にツヤが出て美味しくなります。照り焼きチキンや煮物などによく使われます。わさびは辛い調味料です。わさびの根っこから作ります。わさびは鼻にツンとくる辛さです。お寿司や刺身と一緒に食べます。わさびは魚の臭みを消してくれるだけでなく、食欲を増進させる効果もあると言われています。生姜もよく使われる調味料です。生姜は体が温まります。お肉をつけたり、スープに入れたり、タレに使ったりします。生姜は体を温めてお腹の調子を整えてくれます。風邪をひいた時などにも生姜湯を飲むと良いと言われています。この他にも日本人はお酢や砂糖や塩や胡椒などいろいろな調味料を使います。それぞれの調味料にはそれぞれに役割があります。
いろいろな調味料を組み合わせることで、日本の料理はより豊かな味わいになるのです。次は、日本の食事のマナーについてお話しましょう。日本人は食事の時に礼儀正しさを大切にします。食事のマナーを知っていると、より楽しく食事ができますよ。食事の前に日本人は手を合わせていただきますと言います。いただきますは食事をいただきますという意味です。これは食事を作ってくれた人や食材、そして食事ができることへの感謝の気持ちを表す言葉です。食事が終わったらごちそうさまでしたと言います。ごちそうさまでしたは食事をありがとうございましたという意味です。日本人は箸を使って食事をします。箸の使い方にもいくつかマナーがあります。箸をご飯に刺してはいけません。これはお葬式を連想させるため縁起が悪いとされています。また、箸から箸へ食べ物を渡すのもよくありません。これもお葬式の習慣を連想させるからです。箸を使わないときは、箸置きに箸を置きましょう。箸置きがない場合は、箸袋を折って箸置きにすることもできます。自分の箸で他の人に食べ物を取ってはいけません。直接箸で食べ物を渡すのは失礼にあたります。取り箸を使いましょう。食事中に話をするのはあまりよくありません。これは食べ物を口に入れたまま話すと失礼にあたるからです。お茶碗のご飯は残さず食べましょう。ご飯を残すのはよくありません。お茶碗は手で持ち上げて口に近づけて食べましょう。スープを飲むときはお茶碗を手に持って直接飲みます。音を立ててスープを飲むのはやめましょう。日本では音を立てて食べるのは行儀が悪いとされています。ただし、麺類を食べるときは少し音を立てても構いません。美味しそうに食べているという意味になります。日本人は料理の盛り付け方を大切にします。料理は小さくてかわいいお皿にきれいに盛り付けられています。それぞれに自分の料理が用意されています。大皿料理の場合は取り箸を使って自分の小皿に取りましょう。日本に行って食事に招待されたらこれらのマナーを思い出してくださいね。次は日本の料理の盛り付けについてお話しましょう。日本人は料理の盛り付けをとても大切にします。盛り付けはまるで芸術です。料理は美味しいのはもちろんですが、見た目も美しくなければなりません。目で見て楽しむことも食事の大切な一部なのです。日本人は小さくてかわいいお皿をよく使います。料理はそれぞれ別々のお皿に盛り付けます。お皿にはいろいろな色や形があります。丸いお皿、四角いお皿、白いお皿、青いお皿。どんなお皿に盛り付けるかによって料理の印象も変わってきます。料理の色も大切です。料理にはいろいろな色を使いましょう。赤や
黄色、緑など彩り豊かに盛り付けると食欲をそそります。そして色の組み合わせを考えます。例えば赤いトマトの横には緑のレタスを置くとお互いの色が引き立ちますね。季節に合った色のお皿を使うことも大切です。例えば夏には涼しげな青いお皿がよく使われます。料理の並べ方も大切です。料理はきれいに並べましょう。お皿を重ねてはいけません。お皿には少し余白を残しましょう。そうすることで料理がより美しく見えます。日本人は野菜や花、葉っぱを使って料理を飾ります。野菜をきれいに切って飾り付けます。花や葉っぱは料理のアクセントになります。例えば天ぷらの横に紅葉の葉っぱを添えると秋の雰囲気が出て素敵ですね。日本人は見た目がきれいな料理はもっと美味しくなると考えています。美しい盛り付けは日本人の細やかな心遣い、そしておもてなしの心を表しているのです。日本には独特な食文化がたくさんあります。茶道は日本の代表的な文化です。日本人はただ喉の渇きを癒すためにお茶を飲むのではありません。お茶を飲むことは心を落ち着かせ、人生を楽しむための方法なのです。茶道では抹茶という粉末状のお茶を使います。抹茶をつてる泡立てるには特別な道具を使います。茶筅という竹の道具で抹茶を泡立てます。茶道ではお茶を丁寧に入れ味わいます。一つ一つの動作に意味が込められています。静かな茶室でおいしいお茶をいただきながらゆったりとした時間を過ごすことができます。居酒屋は日本式のパブやバーです。日本人は仕事の後に居酒屋へ行くことがよくあります。居酒屋でビールを飲みながら友達と話をします。居酒屋にはおいしい料理がたくさんあります。焼き鳥、枝豆、お刺身などいろいろな料理があります。居酒屋の料理は小さくて食べやすいものが多く、お酒と一緒に楽しむのにぴったりです。日本には弁当の文化もあります。弁当は箱に入ったお弁当のことです。弁当にはご飯、肉、魚、野菜などいろいろなものが入っています。彩り豊かで見た目もきれいに作られています。日本人は弁当を持って仕事や学校、そしてピクニックなどに出かけます。手作りのお弁当は愛情がこもっていて温かい気持ちになりますね。お土産は旅先で買って帰る贈り物のことです。旅行に行くと日本人は友達や家族にお土産を買って帰ります。お土産にはお菓子やお茶、お酒などが選ばれます。その土地ならではの特別なものが喜ばれます。お土産を渡すことで旅の思い出を分かち合うことができます。これらの食文化は日本人の繊細な心や独特な感性を表しています。最後に日本の生活における食の役割について
お話しましょう。日本では食はとても大切なものです。ただお腹を満たすためだけではありません。日本の文化や精神と深く関わっているのです。日本人は家族みんなで一緒に食事をすることを大切にします。食卓を囲んでご飯を食べながらいろいろな話をするのは家族の絆を深める大切な時間です。今日は学校でどんなことがあったの？明日はどんなお弁当にしようか？そんな他愛もない会話が家族の温かい雰囲気を作ってくれます。友達と食事に行くことも大好きです。誘い合って外食をするのは楽しい時間です。食事は人と人とのつながりを育む良い機会です。おいしいものを一緒に食べながら楽しい時間を共有することで友情がより深まります。日本の料理は見た目も美しく盛り付けられます。おいしい料理は見た目も美しくなければならないという考えがあります。日本人は目で見て楽しみ味わって食べるのです。器や盛り付け方にも工夫が凝らされています。日本の食卓は季節によって変わります。春にはタケノコや菜の花など新鮮な野菜を使った料理。夏にはそうめんや冷ややっこなど涼しげな料理。秋にはサンマや鮭などおいしい魚介類を使った料理。冬にはお鍋やおでん、シチューなど温かい料理が並びます。旬の食材を味わうことで季節の移り変わりを感じることができます。日本の行事には特別な料理がつきものです。お正月にはおせち料理。ひな祭りにはちらし寿司。それぞれの行事に合わせた特別な料理があります。お正月の料理には縁起を担いで幸運を願う意味が込められています。家族や親戚が集まって特別な料理を囲むことで絆がより一層深まります。このように食は日本の生活に欠かせないものです。食を通して家族や友達との絆を深めたり、季節を感じたり、日本の文化に触れたりすることができます。食を通して人生はより豊かで、より意味のあるものになるのです。日本の食べ物は本当にバラエティ豊かですね。それぞれの料理に個性的な味と日本の文化が込められています。手の込んだお寿司や刺身からシンプルなおにぎりやラーメンまで、どれも日本の食文化を彩る大切な一部です。今回のビデオで日本の食文化について少しでも知っていただけたら嬉しいです。日本に来る機会があったら、ぜひいろいろな料理を味わってみてください。そして日本の文化をもっと深く体験してくださいね。動画をご覧いただきありがとうございます。いいボタンとチャンネル登録していただければ、また動画を作っていきます。また、日本食についてのご意見をコメント欄にご記入ください。今日は日本の食文化について話しましょう。日本の食べ物は世界中で有名ですね。美味しくて見た目も美しいものがたくさんあります。
外国の人が日本に来たら、まず食べたいと思うのはお寿司かもしれませんね。日本人はご飯をよく食べます。魚や肉、野菜をバランスよく食べるのも日本の食文化の特徴です。そして日本の食べ物は油をあまり使いません。だからヘルシーだと言われることが多いですね。醤油と味噌は日本の料理に欠かせない調味料です。醤油はお刺身や豆腐にかけたり、煮物や炒め物の味付けにも使います。味噌は味噌汁にしたり、肉や魚をつけたりするのにも使います。寿司、ラーメン、天ぷらは特に人気のある料理です。外国の人にもとても人気がありますね。日本に来たらぜひいろいろな種類の寿司やラーメン、天ぷらを食べてみてください。日本人は箸を使って食事をします。食事の前にはいただきます。食事の後にはごちそうさまでしたと言います。これは食事を作ってくれた人や食材への感謝の気持ちを表す言葉です。日本の食文化は本当に魅力的ですね。日本人は生の魚を食べるのが大好きです。昔から生の魚を食べることは日本の大切な文化です。日本は周りを海に囲まれた島国です。そのため、新鮮で美味しい魚がたくさん取れます。日本人は海からの贈り物を大切にして、いろいろな方法で魚を料理してきました。刺身は生の魚を食べる文化の代表です。新鮮な魚を薄く切ってお皿にきれいに盛り付けます。刺身はわさびと醤油、そして生姜と一緒に食べます。わさびはツンとくる辛さで魚の匂みを消し、生姜は体を温めてくれます。刺身以外にも日本人はいろいろな方法で生の魚を食べます。寿司もその一つです。寿司は酢飯の上に生の魚などを乗せた料理です。寿司に使う魚はマグロやサーモン、サバなど様々です。日本人は生の魚を食べることは健康に良いと信じています。生の魚には栄養がたくさん含まれていて、体の抵抗力を高め、病気を予防する効果があると考えられています。ただし、生の魚を食べるときは、新鮮なものを選び、衛生面に注意することが大切です。次は、日本で人気のある食べ物についてお話しましょう。日本には美味しいものがたくさんあります。お寿司や刺身以外にもぜひ食べてほしい料理がたくさんありますよ。ラーメンはとても人気のある麺料理です。ラーメン屋さんというとカウンター席だけの小さなお店を想像する人もいるかもしれませんが、最近はテーブル席があって家族連れでも入りやすいラーメン屋さんも増えています。ラーメンの麺は小麦粉で作った麺を熱いスープに入れて食べます。この麺はお店によって太かったり細かったり縮れていたりまっすぐだったりいろいろな種類があります。スープにもいろいろな種類があります。醤油味のしょっぱいスープ、味噌味の甘いスープ、豚骨味のこってりしたスープなど、どれも美味しいですよ。ラーメンにはチャーシューやメンマ、ネギなどの具材が乗っています。お店によっては卵や海苔、コーンなどをトッピングすることもできます。寒い冬にはラーメンを食べて体を温める人が多いです。ラーメンは一年中いつでも食べられますが、特に冬に食べたくなる料理ですね。
天ぷらもみんなに愛されている料理です。魚介類や野菜に衣をつけて油で揚げたものです。エビやイカなどの魚介類の天ぷら、かぼちゃやさつまいもなどの野菜の天ぷら、どちらも美味しいですね。天ぷらは外はカリカリ、中はジューシーな食感が楽しめます。揚げたての天ぷらは特に最高です。天ぷらは天つゆという特別なタレにつけて食べます。大根おろしや生姜などの薬味を入れると、さらにさっぱりと食べられます。唐揚げは日本のフライドチキンです。鶏肉に醤油やニンニク、生姜などの調味料で味をつけて油で揚げたものです。甘辛い味付けでご飯が進む味です。お弁当のおかずにもよく入っています。居酒屋でも人気があります。ご飯やサラダと一緒に食べると美味しいですよ。カレーライスも日本でよく食べられています。日本のカレーは他の国のカレーに比べて少し甘めです。いろいろな野菜やお肉を煮込んで作ります。家庭によっていろいろなカレーの作り方があります。暑い夏にはカレーライスを食べる人が多いです。カレーライスは食欲がない時でも食べやすい料理です。その他にもうどん、そば、お好み焼き、たこ焼きなど美味しい料理がたくさんあります。どれもそれぞれに個性的な味を持っています。日本に来たらぜひいろいろな料理に挑戦してみてくださいね。日本ではお正月など特別な日に食べる料理があります。お正月には縁起を担いだ特別な料理がたくさんあります。新しい年が良い年になるようにという願いを込めていろいろな料理を食べるんですよ。おせちはお正月の伝統的な料理です。きれいなお重にいろいろな料理が少しずつ入っています。おせち料理はどれも縁起が良いとされています。例えば、黒豆は豆に健康に過ごせるように、数の子はたくさんの子供に恵まれるようにという願いが込められています。お雑煮はお餅が入ったスープです。お正月の朝に食べます。地域によってお雑煮に入れるお餅の形やスープの味付けが違います。お雑煮のお餅はその年を無事に過ごせるようにという願いが込められています。餅はもち米から作られた食べ物です。餅にはお雑煮に入れたり、焼いて食べたり、あんこで包んだり、いろいろな食べ方があります。お正月には鏡餅をよく食べます。鏡餅は丸いお餅を2つ重ねて神様にお供えします。恵方巻きは長い巻き寿司です。節分という日に食べます。節分は冬と春を分ける日で悪いものを追い払って福を招き入れる日です。その年の恵方幸運を招く方角に向かって願い事をしながら黙って最後まで食べると幸運が訪れると言われています。ちらし寿司は酢飯の上にいろいろな魚や野菜などを乗せた料理です。ひな祭りという女の子の節句に食べます。ひな祭りは女の子の健やかな成長を願う行事です。ちらし寿司は女の子の成長と幸せを願って食べられています。お正月に食べる料理は美味しいだけでなく見た目も美しいです。日本の伝統的な文化をよく表していますね。次は日本の調味料についてお話しましょう。日本人は
いろいろな調味料を使って料理の味を作ります。調味料は料理を美味しくするだけではありません。体にも良いものがたくさんあるんですよ。醤油はとてもよく使われる調味料です。大豆と小麦と塩から作られています。醤油は塩辛い味がします。お刺身や豆腐にかけたり、煮物や炒め物の味付けにも使います。醤油にはいろいろな種類があります。濃い醤油、薄い醤油、甘い醤油など料理によって使い分けます。味噌も日本の食卓に欠かせない調味料です。大豆を塩と麹で発酵させて作ります。麹はカビの一種です。味噌は塩辛くて甘くていい香りがします。味噌汁にしたり、肉や魚をつけたりするのにも使います。味噌にもいろいろな種類があります。赤味噌、白味噌、合わせ味噌など、地域や家庭によって使う味噌が違います。みりんは甘いお酒です。もち米から作られています。みりんは甘すぎない優しい甘さです。料理やソースに使います。みりんを使うと料理にツヤが出て美味しくなります。照り焼きチキンや煮物などによく使われます。わさびは辛い調味料です。わさびの根っこから作ります。わさびは鼻にツンとくる辛さです。お寿司や刺身と一緒に食べます。わさびは魚の臭みを消してくれるだけでなく、食欲を増進させる効果もあると言われています。生姜もよく使われる調味料です。生姜は体が温まります。お肉をつけたり、スープに入れたり、タレに使ったりします。生姜は体を温めてお腹の調子を整えてくれます。風邪をひいた時などにも生姜湯を飲むと良いと言われています。この他にも日本人はお酢や砂糖や塩や胡椒などいろいろな調味料を使います。それぞれの調味料にはそれぞれに役割があります。いろいろな調味料を組み合わせることで日本の料理はより豊かな味わいになるのです。次は日本の食事のマナーについてお話しましょう。日本人は食事の時に礼儀正しさを大切にします。食事のマナーを知っていると、より楽しく食事ができますよ。食事の前に日本人は手を合わせていただきますと言います。いただきますは食事をいただきますという意味です。これは食事を作ってくれた人や食材、そして食事ができることへの感謝の気持ちを表す言葉です。食事が終わったら、ごちそうさまでしたと言います。ごちそうさまでしたは、食事をありがとうございましたという意味です。日本人は箸を使って食事をします。箸の使い方にもいくつかマナーがあります。箸をご飯に刺してはいけません。これはお葬式を連想させるため縁起が悪いとされています。また、箸から箸へ食べ物を渡すのもよくありません。これもお葬式の習慣を連想させるからです。箸を使わないときは、箸置きに箸を置きましょう。箸置きがない場合は、箸袋を折って箸置きにすることもできます。自分の箸で他の人に食べ物を取ってはいけません。直接箸で食べ物を渡すのは失礼にあたります。取り箸を使いましょう。食事中に話をするのはあまりよくありません。これは
食べ物を口に入れたまま話すと失礼にあたるからです。お茶碗のご飯は残さず食べましょう。ご飯を残すのはよくありません。お茶碗は手で持ち上げて口に近づけて食べましょう。スープを飲むときはお茶碗を手に持って直接飲みます。音を立ててスープを飲むのはやめましょう。日本では音を立てて食べるのは行儀が悪いとされています。ただし、麺類を食べるときは少し音を立てても構いません。美味しそうに食べているという意味になります。日本人は料理の盛り付け方を大切にします。料理は小さくてかわいいお皿にきれいに盛り付けられています。それぞれに自分の料理が用意されています。大皿料理の場合は取り箸を使って自分の小皿に取りましょう。日本に行って食事に招待されたらこれらのマナーを思い出してくださいね。次は日本の料理の盛り付けについてお話しましょう。日本人は料理の盛り付けをとても大切にします。盛り付けはまるで芸術です。料理は美味しいのはもちろんですが、見た目も美しくなければなりません。目で見て楽しむことも食事の大切な一部なのです。日本人は小さくてかわいいお皿をよく使います。料理はそれぞれ別々のお皿に盛り付けます。お皿にはいろいろな色や形があります。丸いお皿、四角いお皿、白いお皿、青いお皿。どんなお皿に盛り付けるかによって料理の印象も変わってきます。料理の色も大切です。料理にはいろいろな色を使いましょう。赤や黄色、緑など彩り豊かに盛り付けると食欲をそそります。そして色の組み合わせを考えます。例えば赤いトマトの横には緑のレタスを置くとお互いの色が引き立ちますね。季節に合った色のお皿を使うことも大切です。例えば夏には涼しげな青いお皿がよく使われます。料理の並べ方も大切です。料理はきれいに並べましょう。お皿を重ねてはいけません。お皿には少し余白を残しましょう。そうすることで料理がより美しく見えます。日本人は野菜や花、葉っぱを使って料理を飾ります。野菜をきれいに切って飾り付けます。花や葉っぱは料理のアクセントになります。例えば、天ぷらの横に紅葉の葉っぱを添えると秋の雰囲気が出て素敵ですね。日本人は見た目がきれいな料理はもっと美味しくなると考えています。美しい盛り付けは日本人の細やかな心遣い、そしておもてなしの心を表しているのです。日本には独特な食文化がたくさんあります。茶道は日本の代表的な文化です。日本人はただ喉の渇きを癒すためにお茶を飲むのではありません。お茶を飲むことは心を落ち着かせ、人生を楽しむための方法なのです。茶道では抹茶という粉末状のお茶を使います。抹茶をつてる泡立てるには特別な道具を使います。茶筅という竹の道具で抹茶を泡立てます。茶道ではお茶を丁寧に入れ味わいます。一つ一つの動作に意味が込められています。静かな茶室で美味しいお茶をいただきながらゆったりとした時間を過ごすことができます。居酒屋は日本式のパブやバーです。日本人は
仕事の後に居酒屋へ行くことがよくあります。居酒屋でビールを飲みながら友達と話をします。居酒屋には美味しい料理がたくさんあります。焼き鳥、枝豆、お刺身などいろいろな料理があります。居酒屋の料理は小さくて食べやすいものが多く、お酒と一緒に楽しむのにぴったりです。日本には弁当の文化もあります。弁当は箱に入ったお弁当のことです。弁当にはご飯、肉、魚、野菜などいろいろなものが入っています。彩り豊かで見た目もきれいに作られています。日本人は弁当を持って仕事や学校、そしてピクニックなどに出かけます。手作りのお弁当は愛情がこもっていて温かい気持ちになりますね。お土産は旅先で買って帰る贈り物のことです。旅行に行くと日本人は友達や家族にお土産を買って帰ります。お土産にはお菓子やお茶、お酒などが選ばれます。その土地ならではの特別なものが喜ばれます。お土産を渡すことで旅の思い出を分かち合うことができます。これらの食文化は日本人の繊細な心や独特な感性を表しています。最後に日本の生活における食の役割についてお話しましょう。日本では食はとても大切なものです。ただお腹を満たすためだけではありません。日本の文化や精神と深く関わっているのです。日本人は家族みんなで一緒に食事をすることを大切にします。食卓を囲んでご飯を食べながらいろいろな話をするのは家族の絆を深める大切な時間です。今日は学校でどんなことがあったの？明日はどんなお弁当にしようか？そんな他愛もない会話が家族の温かい雰囲気を作ってくれます。友達と食事に行くことも大好きです。誘い合って外食をするのは楽しい時間です。食事は人と人とのつながりを育む良い機会です。美味しいものを一緒に食べながら楽しい時間を共有することで友情がより深まります。日本の料理は見た目も美しく盛り付けられます。美味しい料理は見た目も美しくなければならないという考えがあります。日本人は目で見て楽しみ味わって食べるのです。器や盛り付け方にも工夫が凝らされています。日本の食卓は季節によって変わります。春にはタケノコや菜の花など新鮮な野菜を使った料理。夏にはそうめんや冷ややっこなど涼しげな料理。秋にはサンマや鮭などおいしい魚介類を使った料理。冬にはお鍋やおでん、シチューなど温かい料理が並びます。旬の食材を味わうことで季節の移り変わりを感じることができます。日本の行事には特別な料理がつきものです。お正月にはおせち料理。ひな祭りにはちらし寿司。それぞれの行事に合わせた特別な料理があります。お正月の料理には縁起を担いで幸運を願う意味が込められています。家族や親戚が集まって特別な料理を囲むことで絆がより一層深まります。このように食は日本の生活に欠かせないものです。食を通して家族や友達との絆を深めたり、季節を感じたり、日本の文化に触れたりすることができます。食を通して人生はより豊かで、より意味のあるものになるのです。日本の食べ物は
本当にバラエティ豊かですね。それぞれの料理に個性的な味と日本の文化が込められています。手の込んだお寿司や刺身からシンプルなおにぎりやラーメンまで、どれも日本の食文化を彩る大切な一部です。今回のビデオで日本の食文化について少しでも知っていただけたら嬉しいです。日本に来る機会があったら、ぜひいろいろな料理を味わってみてください。そして日本の文化をもっと深く体験してくださいね。動画をご覧いただきありがとうございます。いいボタンとチャンネル登録していただければ、また動画を作っていきます。また、日本食についてのご意見をコメント欄にご記入ください。